長さんこんにちは。こんにちは。今日も作品が昨日できたばっかの場所、モネっていうところで収録ですけれども、まず僕は今回のフォース知ってはいたんだけれども、実際にこういうふうに見るのは初めてでやっぱりびっくりしましたけれども、ここでこういうふうにやろうと思った理由とか、あるいはもともとこれを考え出したところ、それは僕はすごく不思議なんですね。つまり普通の僕が知っているそれまでの名和さんとはまた違うものがポンと出てきたり、常に違うものがものすごく出てきて、それはアーティストの仕事っていうより何か科学であったり不思議な感じがするんですね、建築的であったり、っていうかそういうことがいつも不思議な感じでポンとこう出てくるので、今回のここでっていうよりは登場の秘密というかそこを伺いたいと思います。そうですね。僕は京都の京都市立芸術大学の方で彫刻のコースで学んで、で結構大学時代が博士課程まで行ったので長かったんですね。でその9年間山梨の白州のアートキャンプっていうところ、毎年夏通って民さんのやってる活動とか、あそこでモノハの、原口さんとか、高山さんとか、剣持さんとか、ああいう方々のワークショップに参加したり、屋外彫刻のこうなんかメンテナンスの草むしりとかボランティアスタッフをしたりして、ああいうなんていうかこう何にもない場所にアートを作るっていう、すごいラディカルな活動に、大学の1年生の頃から関わって、やっぱ彫刻とは何かとか、その現代美術っていうものに関わる前にやっぱりその芸術と人間の関係みたいなところにやっぱりすごく興味があって、でそういうなんか根源的なところから何かものづくりをしたいなっていうのがまずはあったんですよ。それで、彫刻を学ぶ中で、最初はその現代美術の彫刻の流れっていうのが全然よく分からなくて、大学院ぐらいになるまで何したらいいか分かんなかったんですよね。で途中でロンドン交換留学して、でヨーロッパもなんかこうバックパッカーで回って、で帰ってきて日本の現代美術の状況とか日本のその彫刻が、戦後どういう流れで今ああいう具体とかモノ派とかあったんだっていうのがやっと分かってきて、で自分の世代が何をすべきかなということで、そういういろんな素材を使い出したり、あとは今までのその彫刻っていう文脈になかった素材を使い出したり、あとそのアーティストがその造形してその自分のこう自己表現を投影する形で彫刻を作るっていう、そういう作り方ではない彫刻っていうものがどうやってできるかっていう、そういう格闘があったんですよ。それでその自己投影するとか自己表現の形としての彫刻ではないっていうことは、いかに自分の身体から離してその素材に造形させるかっていう、で素材の力を引き出すっていう意味ではそういうモノ派とかの文脈もあるんですけど、でもモノ派とはまた違う形っていうのを探していて、それでやっぱりその素材そのものを扱い出した。で素材から生まれてくるテクスチャーとか素材の物性を引き出して、それだけでその感覚に訴えるものをどうやって作るか。で今回のこの「フォース」っていう作品なんかは、重力でこう自重で落下する液体を見せるだけなので、もうまさにその究極の形で、その自重で落下する液体っていうのはなんか僕たちが日常に見るとしたらシャワーとか雨とかだと思うんですけど、その循環の中に人間がいて、で、今回のオイルっていうのはその落下する液体が途切れずに糸のようにつながったままでものすごいスピードで落ちていると。しかもその水面が泡立ったりせずに、もう周りは
表面のように、漆塗りのような、表面の状態で泡も波紋も立たずに受け止めるっていう。でこんな液体はやっぱり見たことないな。で日常の中でなかなか見れないなと思って、それをいかにシンプルに表現するかっていうのを突き詰めて生まれてきた。いろいろ伺いたいことあるんだけど、まずじゃあこのフォースのですけど、最初写真で見るときは、何かワイヤーというかすごい細い金属の線がこうあるようにこう写真だとしか見えないですね。そうですね。でそれが液体だっていうのは驚くんだけど、ちょっと僕が見てるこう昨日とか拝見して、こういう質問変なのかな、何本ぐらい落ちてんだという感じで、そういう数の量として知りたくなりますね。いろいろ変わってんだろうけども。そうですね、これはポンプで引き上げてるんですけど、ポンプのこういうスペックっていう引き上げる力とか量っていうのがこの落ちてくる量に比例して、同じ量なんですね。引き上げる量と落ちてくる量を同じにしないといけないので、これはもうかなり計算しないといけない。でこれは穴の数だけじゃなくて穴のサイズによってこの線の太さも変わりますし、それで1分間に何リッター落ちるっていうのも計算して、その使える本数をうまく配置して最適化していくっていう。じゃあ僕ら見てて、何本の線があるかっていう見方で間違ってはいないわけで、もちろんつまり線として落ちて。そうですね、線としてギリギリ途切れない距離とか太さを保ってます。だから線としか見えないんですね、パッと見たら。そっか。なのでそこに糸も何もないんですけど、もう落下しているだけっていう。ああいう液体であんな風に落ちる材料っていうのは他にいろいろあるんですかね。粘土に関わると思うんですけど、例えば蜂蜜とか、エナメル質の絵の具とかは近い粘土だと思います。だから蜂蜜ぐらい硬いんです、あれ。それが蜂蜜が落ちてると思えばいい。それは高いですね。こんなんですごいもんね。なるほど。そうです。蜂蜜より高いと思いますけど、実際はエンジンの潤滑油に使われているもので、揮発もせずに、で温度の何十度になってもマイナス30度とかになっても、粘土も体積も変わらないっていう。それは珍しいですね。その液体で非常に化学物性として安定していて、でそれが何十年も使えるっていう、全くその物性が変わらずに使えるものです。でそれはまず液体でそういうようなものっていう材料の割とかなり根源的なものを考えててあれに行き当たってるわけですかね。そうですね。最初イナックスの古典で見ていただいた時は、水に、墨汁を混ぜて、でそこに泡を出してそれを撮影してプロジェクションしたりしていて、最初は水に出てくる泡を作品にしてたんですけど、そうですよね。そうなんですよ。で今度は泡が消えるステージが作れないかと。要は水と界面活性剤だと泡が無限に出てきてフォームっていう作品になるんですけど、逆にその泡が一切消えてしまう液体ってないかって探していたら、消泡剤としても使われてたそのシリコンオイルっていうのが出てきて、で水と表面張力もそういう泡が消える速さももう全く違う振る舞いをする。だからああいう雨みたいに上から液体が落ちても、水だったらもう雨の日の水たまりってバシャバシャ踊ると思うんですけど、シリコンオイルの場合はその波紋も泡も
全てを消してしまう、そうですね、吸収して消してしまうと。うん、だからこれはもう全く普段我々が液体だと思って見ているものと既視感がない振る舞いをするなと思って、はい、でそれはそういう少量のシリコンオイルを使っていろんな実験してる時にこうやっぱり垂れ下がるのを見て、うん、これで作品が作れないかなっていう、それが多分こうやってた頃が2002年とか3年頃だったんで、それ十何年してからアイデアが実現したっていう。